んばんはにゅー。フィギエモンです。本当に2021年世界選手権が迫ってきましたです。そこで今日は羽生結弦の今について振り返っておこうということで、羽生結弦入門というテーマでお話ししていきたいと思います。はい。よいしょ。今日は3月17日水曜日です。羽生選手は今どこにいるのでしょうか？いつも応援ありがとうございます。私の予想ですが、日本にいる代表選手たちは明日ね、18日木曜日あたりに日本を出発するのではって思ってます。いや、大変だね。はい、私たちは心配してますよ。3月19日土曜日に着く必要があるっていうことなので、その日じゃなくてね、前の日に入りたいって普通思うかなって思ったんで、こんな状況なので何が起こるかわかんないですよね。僕はホットチョコレートを作ります。試合前にホットチョコレートでホッとしてほしいですね。で、ちょっと話が違うんですけどストックホルム到着が18日着として、日本からは時間がかかるので前日の便なのかななんて想像しているんですが、どうでしょうか？すごい。日本選手団が専用機で乗り入れるなんていう噂もあったりするんですが、今の状況を考えると結構ね、その可能性は高いかななんて私は思ってます。本当に？ストックホルムは今普通に日本から入国できない状況ですからね。よいしょ。皆さん、羽生選手はじめ日本選手がどんな感じで世界選手権に挑むのか興味津々だと思います。世界選手権のテレビ放送スケジュールが知りたいっていう方は、2021年世界選手権テレビ放送時間ライブ配信スケジュール準備はいいかの動画で効率よくね、男子女子の主要選手を見るための時間をお伝えしてます。また、世界選手権出場選手について知りたい方は、2021年世界選手権の見どころと大会システム、エントリー出場選手発表で、主要国のエントリー選手や考察をご紹介してます。羽生選手の衣装が気になるっていう方は、新プログラム、天と地と衣装の隠された秘密とはで、知ってるとね、ちょっと優越感っていうレアな情報をお伝えしています。そしてフィギュアスケートといえば音楽ありきでしょっていうあなたのために、羽生選手の音楽についてかなり掘り下げた2021年世界選手権音と戯れる究極の曲、天と地との秘密を渾身のね、私の力で動画を作りました。ぜひ世界選手権前にこの動画を一回見て、羽生選手のプログラムの音に込められた思いを理解して、より感動してほしいなと思います。皆さんを元気にできるようなエールをお届けします。こんな感じで、このチャンネルでは羽生結弦選手、フィギュアスケートの話題を発信しています。世界選手権にワクワクしているっていうあなたは、ぜひチャンネル登録をして一緒に楽しんでいただければと思います。よいしょ。さて、今日のテーマは羽生結弦入門です。今更入門者じゃないよっていうあなた。でもね、ここでもう一度羽生結弦のおさらいっていうか、ちゃんと復習しておいた方がいいと思うんですよね。だってテストの前は復習するでしょ？かなり。世界選手権は言ってみれば大学受験みたいな、そんなところがあると思うんですよね。だからちゃんとおさらいして挑むと準備万端になるんじゃないかなって私思ったんですね。ということで、初心に帰ってもう一度羽生結弦という選手がどういう選手なのか、どういう特徴があるのか、そういうことをね、詳しく振り返っていこうと思います。じゃあいきますね。では基本の5項目についておさらいしていきましょう。1、羽生結弦の2021年世界選手権エントリー情報。2、羽生結弦の新プログラム。3、羽生結弦のジャンプ。4、羽生結弦の表現の見どころ。5、羽生結弦の衣装。まずは2021年世界選手権のエントリー情報からコーチについてご紹介します。羽生選手のコーチはブライアン・オーサー、
トレイシー・ウィルソン、ジスラン・ブリアンの3名です。身長は172センチ。仙台出身のフルタイムアスリートです。世界ランキング現在1位。ほとんどコーチとのやりとりは今なさそうですが、いつもの3名のお名前が実際にはあったので、おそらく世界選手権では一緒にいる姿が見られるのではないかと思っています。カナダ選手もエントリーしてるので、カナダからスウェーデンに行くのは問題がなさそうな感じだからです。身長は前と変わらずですね。それから変わったのはフルタイムアスリートになったっていうことでしょうか。以前どう書かれたのかちょっと忘れてしまったんですが、おそらくスチューデントになっていたと思います。2020年の夏に羽生選手は早稲田大学を卒業されたので、フルタイムアスリートっていうことになったのでしょうね。なんだか感慨深いものがあります。ありがとうございます。よいしょ。では次に、2、羽生結弦の新プログラムについてです。2020年全日本選手権で披露したショートとフリーの新プログラムを世界選手権でも披露してくれると思います。ショートはロビー・ウィリアムスさんの Let Me Entertain You、 1998年にリリースされたロックナンバーです。振付師はカナダの元男子シングル世界チャンピオンのジェフリー・バトル。この振り付けはビデオとメールのやり取りで完成しました。リアルタイムのやり取りがない中で、このプログラムは完成されたようで、ちょっと驚きですよね。ジェフリー・バトルが音ハメ部分を意識して振り付けたっていう話ですが、羽生選手がそこをうまく表現しています。ランジやイーグル、ジャンプのランディングやスピン中の音の表現など、ありとあらゆるところに音ハメがとてもよくはまっています。12月時点の仕上がりでもうまくできていたので、世界選手権ではよりキレのあるプログラムを披露してくれるのではないかと思います。頑張ります。そしてフリーは富田勲さん作曲の天と地とです。プログラム途中には新平家物語が使用されています。どちらも NHK 大河ドラマの主題歌で、天と地とは1969年に放送されました。振り付けはシェイリーン・ボーン。この曲を選んだのは羽生選手で、動画サイトをいろいろ見ている中で見つけた曲でした。羽生選手が小中学生の頃から尊敬していたという上杉謙信。天と地とは上杉謙信の物語ですが、謙信公の闘志や緊張感、勝ち方の美学と達成感に自らと同じようなものを感じて、その半生を羽生選手のスケートに重ねて表現しています。シェイリーン・ボーンはこの作品で羽生選手が伝えたい歴史を表現することがコンセプトだったと語っています。日本的な表現はもちろん、羽生選手にしかできない彼らしい動きを大切にして振り付けたそうです。いわばこの作品は羽生選手のスケート人生の集大成、そんな位置づけになるかもしれないっていう思いが羽生選手自身あるっていうことなのでしょう。ほぼ全日本選手権で完成形に近かったこのプログラムがどのように熟練されていっているのかっていうところが世界選手権ではとても楽しみですね。頑張る。よいしょ。では次に3、羽生結弦のジャンプについてお話ししていきましょう。羽生選手の全日本選手権でのジャンプ構成は、ショートプログラムで言うと、最初に4回転サルコー、次に4回転トーループと3回転トーループのコンビネーションジャンプ、3番目にトリプルアクセルでした。このプログラムは 2K のジャンプがとても似合う曲だって感じましたね。プログラムの曲に合わせたジャンプを選ぶのが羽生選手の特徴です。できる最高のジャンプの技を入れるということではなく、GOE 満点狙いの作戦です。最初、私はショートの最後のジャンプをコンビネーションジャンプにすれば、より高い得点につながるっていうふうに思いました。でも、改めてこの作品を見直してみると、
最後のジャンプはものすごい音ハメになっていて、コンビネーションジャンプではちょっとね、音に合いそうにありません。なので、そうなると、このままの構成で来るのかなっていう感じがします。なるほど。変えるとすると、冒頭の4回転サルコーの部分でしょうか。ここをルッツとかループにする。そういう可能性はあるかもしれません。フリーはというと、最初に4回転ループ、次に4回転サルコー、次にトリプルアクセル、ダブルトーのコンビネーションジャンプ。これが前半のジャンプです。そして後半に4回転トーループ、3回転トーループのコンビネーションジャンプ。次に4回転トーループ、オイラーで3回転サルコー。この3回転連続ジャンプです。そして最後にトリプルアクセル。ギューって。4本の4回転ジャンプを組み入れた構成です。4A を入れる場合は冒頭と思っているっていう風に羽生選手は語っていたので、もし世界選手権で披露するとなると、4回転ループの部分が 4A になるということになります。ルッツを入れるのかという意見もあるとは思いますが、特に前半の部分はエッジ系のジャンプが音に合うっていう風に羽生選手自身が語っていたので、プログラムの表現を大事にするっていう意味で前半にルッツを持ってくるっていう風には考えにくいです。高難度の技を後半に持ってくればいいっていう考えではなく、表現に合わせたジャンプを選択することを大切にしている羽生選手なので、どんな構成にするのかちょっとね、予想しにくいっていうところがあります。素人目から見ると冒頭に 4A を持ってくるのか持ってこないのか、そういうところにね注目するといいのではないかなっていうふうに思いました。そして次は4、羽生結弦の表現の見どころについてです。プログラムの説明でも大まかな見どころはお話ししましたが、ここではもう少し突っ込んだところをお話ししたいと思います。まずはショートの Let Me Entertain You。1本目のジャンプが終わって少し経った43秒のところで見せる観客を煽るような仕草。手でこっちに来い来いみたいな感じでやってる仕草ですね。これがロックナンバーならではの表現なので注目して見てほしいですね。そして次が4回転トーループ、3回転トーループのコンビネーションジャンプなのですが、この最後のね、3回転トーループで美しいタノジャンプを披露しています。このタノジャンプの後の両手をね、パッと広げるところ。これも音楽の表現の一部になっています。ロックミュージシャンさながらの表現を観客にぶつける感じ。これがこのプログラムならではの表現だと思うので、そこもね、ぜひ注目して見てほしいと思います。そしてステップシークエンス。ここはもう体力のついた彼の体だからこそ表現できるスタミナのいるステップになっていますが、私たちと一緒に楽しむような振り付けになっています。だからね、もう私たちも見るときに何も考えずに楽しみながら見てほしいなって思います。そしてフリー、天と地との見どころは、なんといっても曲がかかった瞬間に羽生結弦から上杉謙信になる目が変わるところです。これをね、見てほしいです。冒頭の1本目のジャンプが終わった後の表現。これがまず世界観を作っていきます。新平家物語の曲に移ったところから流れるような滑らかな表現がすごく見ものです。そして後半の4回転トーループ、オイラーで3回転サルコーの3連続ジャンプに向かう数十秒の音は非常にこだわってハープのオリジナルの旋律を載せています。このプログラムの最高の得点源であるジャンプを見せ場として美しく彩っているところをぜひ皆さん堪能していただきたいですね。いやー、これもうちょっと極めたいわ。イナバウアーが終わった後のビワの音の表現は、もう戦いたくないけど守らなくてはいけないという意味で戦いつつ、最後謙信公が出家するときに自分の半生を思い描いているようなイメージを表現している
ということなんですね。そして最後のポーズは、羽生選手の幼い時のプログラム、ロシアより愛を込めての最後のポーズをアレンジしたのだと言います。幼い頃のフィニッシュのポーズと同じにすることで、羽生選手自身の半生も振り返る、そんなことをね、考えているのかもしれませんよね。そして最後に、5、羽生結弦の衣装についてお話ししていきましょう。衣装はすべておなじみの伊藤さとみさんのデザインです。ショートの衣装は羽生選手からライダースジャケットの形で、袖は七分丈、色は黒系というイメージが定まった中でのオーダーでした。この衣装は去年の5、6月にオーダーを受けて、4、5回の手直しをして全日本選手権ギリギリの12月に納品したそうです。この衣装はスピンや腕を上げたりするとベルト部分や白いシャツの部分が見えるようになってるので、ベルトキラキラしてんなとか動いてる羽生選手を見ると楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。またこのパンツはちょっとゆとりがあるなって思ってたんですけれども、羽生選手のオーダーの中にあまりぴったりさせないで作ってほしいっていうものがあったっていうことが分かったんですね。いつもよくパンツに使用しているベロアの生地に比べてテカテカの素材なので伸縮性がないことが理由だそうです。これでね、ちょっとゆとりがあるパンツの理由が分かりました。よいしょ。フリーの衣装は何といってもどこから見ても美しい配色と立体感にあるのではないでしょうか。袖部分にスリットが入っているので、滑っている間中ヒラヒラしてそこに戦いの危うさのようなものを感じます。また原案の時から右手部分のピンクのグラデーションが表現されていたっていうことが分かり、やはりね、最初からイメージ通りの仕上がりの衣装なんだなっていうふうに思いましたね。こちらの衣装も5、6月にオーダーで2、3回の修正を経て11月に納品したのだそうです。実際に郵送でのやり取りのみっていうことだったのですが、その割にはぴったりに仕上がってたのは羽生選手の体型があまり変わらないからっていうことでした。着物の形でブルーグリーンという羽生選手からのオーダーでデザインされた衣装。見どころはやはり背中の小鳥でしょうか。金色の刺繍や花と混じり合った美しい装飾に秘められた小鳥をぜひね、見つけてみてくださいね。見に来てね。詳しくは前の動画でお話ししているので、こちらをよかったらご覧くださいね。ということで、今日は羽生結弦入門として2021年世界選手権を味わい尽くすための5項目について復習してきました。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。最近世界選手権のことばっかり考えている私なんですが、羽生選手の演技が終わった後にこのチャンネルでライブ配信をねしてみようかなってちょっと考えてます。どうですか、皆さんライブでお話ししたいとか思いますか。よかったらどう思うかなどをコメントで言っていただければ嬉しいです。私ね、ライブ配信やったことないのでうまくいくのかちょっとわかりません。やり方もね、正直あんまりよくわかんないんですが、だから皆さんの意見を聞いて決めたいなっていうふうに思っています。あと世界選手権が終わったら羽生結弦2020年全日本選手権で感動の嵐、日本と海外フィギュアスケートファンと羽生結弦の熱いコメントっていうね、この動画の第2弾として皆様のコメントを集めた動画を作ろうと考えています。もしよかったら今の気持ちをこの動画のコメント欄でいただけたら嬉しいです。もちろんね、世界選手権が終わってその感想もいただけたら嬉しいです。ということで、この動画が良かったと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では、精神統一してからのプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ご覧ください。
モンでした。さよなら。ありがとうございました。